我は最果ての魔王、ディープブリザードである。この写真は、以前、我が東京視察に行った際に撮影をした写真である。で、せっかくだったらな、この旅の思い出をちょっとな、Twitter とか SNS にアップしたいのと思うけれども、このままじゃ味気ないのでな、こんな風にしてみたのである。こんな風にイラストにして、そして我を足すことで、より我がな、ここで旅をしたという記録を見てる皆にもな、非常にわかりやすく見せることができる手法になったと思うのである。こういうことやってみたいけど難しそうだなとか、でもな、なんかうまく合わせるのって自信がないなって思う方たくさんいるかもしれないが、実はこれ、クリップスタジオに搭載されているデフォルトのフィルターを使っておるだけなのである。それをな、後でちょっと加工してあげるだけでもうイラストとしか見えないような絵にすることができるのである。今回はその方法をお教えしようと思うのであるぞ。ディープブリザード。では、東京視察をした際に撮影をした写真を使って説明をしていこうと思うのである。まずはクリップスタジオにイラスト化したい写真を読み込もう。写真のレイヤーを読み込んだ状態になっている。この状態で元の写真と比較をしたいので、今回この写真を複製しておく。これで写真のレイヤーが2枚になった。ではこの状態でフィルター、効果、イラスト帳を選択する。基本的にはこれで今回の講座はほぼ完成したと言っても過言ではないのであるぞ。この通り上からじわじわとフィルター効果が適用されているプレビューを見ることができる。このイラスト帳というフィルター、様々な効果があるが、おおよそ覚えておいて、損がないのは線の太さであるな。これを下げると、その名の通り線が細くなり、かなり繊細なタッチになる。ただ、実際にイラストと組み合わせる際に、あまりに線が細すぎると、写真とそんなに変わらない雰囲気になってしまうので、我としてはだいたい5、60ぐらいにしておくと、このイラストの線がつくことで、より嘘っぽい、写真っぽくない雰囲気になるなと思っておる。一番下にある色の階調数というものがポイントになってくる。これを上げると、より色の段階が細かく、そして繊細な色味にすることができる。先ほどちょっと荒かったこの辺りなんかも随分と綺麗になったのがわかるであろう。ただこれもやりすぎると、あまり写真と見分けがつかなくなるので、我はあえて極端に色数を減らして6にしている。こうすることで、後々色などを好みに変更するのも容易になるのであるぞ。一応これで OK を押そう。これで写真のイラスト化の完成である。が、まだまだこのままでは使いづらかったり、元の写真を多少加工した方が良い場所もいくつかあるので紹介しておこう。ディープブリザード。全体的にちょっとくすんだ色味になっていて、イラストっていうにはやはりちょっと写真感、もしくは現実感が強すぎる色味になっているのは修正点である。あとこのアスファルトがちょっと、こういう地面系のゴツゴツしたものをイラスト調化するとよくある現象なのだが、こんな風にちょっとなんか砂目のパターンみたいなざらつきすぎた感じになって、普通な、例えばイラストとかでアスファルトの道を描くっていう時にこういう描き方はしなくてもっとつるっとした描き方をすると思うのだが、より写実的、そして現実度の高い絵になってしまっている。この2つを解決していこうと思うのであるぞ。まずは先ほどの線画のアスファルトの部分など写実味の強い部分を柔らかく見せる表現として、フィルターのぼかしのガウスぼかしというのを適用する。全体的にぼやっとした雰囲気にさせたいので15、ここの数値が15前後になるようにすると、この通り今写真がぼやーんと軽くぼやけたのが分かったであろうか。元の写真と比べるとこの通り近くで見るとかなり物がぼやけている。こうするだけでも現実度が下がるのである。そしてフィルターから効果、イラスト帳を選択し、同じ設定で見るとこんな感じで、まずはもう一目瞭然、地面のアスファルトがかなりとろけてぼんやりとした印象になったのがわかるであろうか。まだ下の部分にいくつか残っているが、どうしてもこういうのがまだ気になるという方は、後でブラシツールなどで、上から色を塗り重ねて線を削ってしまうと良いであろう。またこのタイルの部分な、こちらの方はまだかろうじて残っておるので、この絵の情報量はそこまで失われてはおらぬ。この辺りは線もぼやけて、かなりぼんやりとした雰囲気になり、背景としてのイラスト感がだいぶ出てきたのである。ではこの状態で OK を押して、先ほど作ったデフォルトの写真の状態と比べてみると、こんな感じで
だいぶ情報が削られてのっぺりとした面が出てきた。リアルな絵を描こうとするとマイナスな点かもしれないか、イラストを描くというところで見ると情報が減り、よりフラットなイラストらしい雰囲気になったのがわかるであろうか。これは好みの問題であったり好き嫌いがあるとは思うが、我はある程度背景は情報を減らした方が上からキャラクターを追加する際にはキャラクターの魅力を引き立てることができると思うので、今回はこのようにした。ぜひうぬらの好みの調整具合、先ほどのガウスぼかしなどのかける度合いによっても全然絵の雰囲気というのは変わってくるので、みんなに試してみてほしいと思うのであるぞ。では次に、この加工したイラスト調の写真、まだそれでも色味であったり雰囲気がやや現実味を帯びている。それをよりイラストっぽくしていく過程をお見せしていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。まずは最初にも言った写真の色味と基本的には同じなので、こんな感じで。やはり色がかなりリアル調で現実味がないので、そこを調整していく。編集、色調補正、色相、サイド、メイドを選択する。そしてサイドを50近くまで上げよう。これだけでも葉っぱや背景の色がかなり派手で明るい色になり、アニメやイラストのような雰囲気になったのが分かったであろうか。では OK をして、これで、では次にペンツール、フラットなペンツールを使って、今回は G ペンを使うが、この空の上にあるこの電線のラインを消していく。イラストを描くときにこういう電線などがあるっていうのは非常にリアルな雰囲気を出してしまう。イラストで描く電線とやっぱり現実にある電線というのはやっぱり見た目が違うのでな。これが消えるだけでもすっきりとした空模様になったのが分かったであろうか。ではここからは色味の調整を全体的に施していく。まずやっぱり目につくのはやはりこの建物のグレーとアスファルトの濃いグレーの2色である。これが非常に重たい雰囲気というか、あまりイラストの華やかさというものを欠けさせてしまっているので、選択範囲の色域選択からまずはこの明るいグレーを選択して、あとはちょっと邪魔になっているこの赤色も一緒に選択してしまおう。選択タイプのプラス追加型にしていけば同じ色を同時に選択することができるのでな。ではこれでまずは全体のグレーを、淡いグレーを調整できたので、新規レイヤーを作成して濃いめの水色を選択してグラデーションツールを使ってこんな風に上下にグラデーションをかける。これだけでもだいぶ色味のポップさが増したりリアルさが減少したのがわかるであろうか。ただちょっと濃いなと思ったので、こんな感じで不透明度の調整を選んでグレーに見えない程度の色味を追加する。同じように写真を選択している状態で色域選択で今度は濃いグレーを選択して、今度も新規レイヤーでこんな感じで紫色のグラデーションを全体に適用した。そして違和感がない程度にちょっと不透明度を下げてなじませると、元の写真に比べてかなりポップな雰囲気になったのが分かったであろうか。このレイヤーのモードを例えばスクリーンにしてみるとか、いろんな重ね方をしてみるとまた違った雰囲気になるので、今回スクリーンが面白かったので、じゃあちょっとスクリーンにしてみようかな。こんな感じで色味をスクリーンで合成してみた。ディープブリザード。次は自動選択ツールを選択して、先ほど消した真っ白になっている空の空間を選択する。わかりやすくアニメっぽい青空にしていこうと思う。まずは濃いめの青で塗りつぶしたら明るめの水色でグラデーションをかける。これだけでもしっかりとした空に見えてきたのがわかるであろうか。ここに、この今作った青空に新規レイヤーをクリッピングマスクをかけて、ペンツールや投げ縄塗りツールなどを使ってこんな感じでかなりざっくりとでいいので雲を描き足していこう。本当にリアルな雲を描くというよりももっこもっこさせて描く感じにすると、かなりイラスト度が上がり、全体的にすごく嘘のある、つまり分かりやすく言えば現実味のないイラストになったのが分かったであろうか。ディープブリザード。これでまずは色味自体の調整は終わったが、全体的にフラットな質感すぎて、もちろんこのままでキャラクターを乗せてもいいのだが、やはり黒い線であったり全体的な色味のベタ塗り感というのはキャラクターを乗せた時の違和感にもなるので、もっと全体の情報量を増やそうと思うのである。新規レイヤーを作成してレイヤーの合成モードをスクリーンにしたら、まずはかなり明るい緑色を選択して、今回この画面の半分を占めているこの緑の草木の部分を被るようにこんな感じでグラデーションを適用する。するとかなり緑のグラデーションが派手に出ているのがわかるであろうか。こうするだけで平面なイラスト感が軽減された。
青空の方にもスクリーンを用意して、青空が地面に降り注ぐようなイメージでグラデーションをかける。こうすると、最初見た時はすごくきついような見え方に見えるかもしれないが、キャラクターのイラストを合わせた時に背景が邪魔にならず、そしてそれでキャラクターを引き立てる鮮やかな色味になったというのがわかるであろう。これでイラスト帳の背景の作り方は完成である。ではここにキャラクターを追加していこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。ディープブリザード。そしてこれが完成したイラストである。どうであるか？もう最初の写真の状態からは比べ物にならないほど、イラストらしさやキャラクターがしっくりと背景に馴染んでいるのがわかるであろうか。それでいて、写真独特の情報の密度や立体感などはほぼ失われておらず、いい具合にリアリティを残しつつ、でもイラストにしか見えない雰囲気になったのがわかったであろうか。この方法は別にイラストだけに使えるというわけではない。例えばこんな風な写真であれば、ポスターなどに使ってみたり、こういう風な背景とかを撮っておけば、ゲームなどの背景等に使うということも簡単にできるのである。こんな風に使い方一つでいろんなことができるこのイラスト帳フィルター。ぜひ、うぬらも活用して、イラストをより魅力的に見せるための方法の一つとして活用してほしいのであるぞ。では、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。